どうもタタです。どうもナナです。どうもはじめまして、サニー渋谷代表の上野貴弘です。サニースタイリストのナナです。僕らのサロンサニーは渋谷にあります。で、お客様のほぼ9割9分5厘ぐらいがもうバレエヤージュのお客様なので、バレエヤージュに対して圧倒的な経験値があります。それを今日はちょっとお見せできたらいいなと思っております。そこまでやるバレエヤージュの頂点見たいですよねというテーマに沿って今日はやっていきます。サニーではバレエヤージュのマニュアルがしっかりありますので、それを今日は皆さんに見てもらおうと思います。今日バチッと僕がモデルさんをきれいにバレエヤージュ仕上げるんですけど、バレエヤージュした後どうしていけばいいのっていう質問とかもよく来るんで、この2ヶ月か3ヶ月後、このモデルさんをそのまま使ってそのまま髪が伸びてきた、色が退色したっていう状態をさあここからどう提案していこうかっていう企画も組んでますので、ぜひ続けてご視聴ください。今回のが視聴率悪いと次の企画ボツになるかもしれないんで、皆さんグッドボタンとかチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。まずはモデルさんの状態を確認しようかなと思います。今日のモデルさんパッと見、全体的に8トーンぐらいのカラーなんですけど、これよく見るとこっからブリーチかかってるんですよね。多分これ毛先の方は2回ぐらいブリーチしてますよね。はい。そうで、ここ伸びてきた新生もで、ブリーチ多分明るいののメンテナンスに疲れて一回暗くしちゃったと思うんですけど、バレエヤージュは根元が伸びてきても気にならないっていうのを聞きつけて、バレエヤージュがぜひやりたいって言って来てくれた方なので、全体にブリーチかけて明るくしていきます。今日のゴールとしてはこの真ん中のスタイル、この王道のね、よくインスタグラムとかでも見ると思うんですけど、一番人気のバレエヤージュ、今日はこのスタイルを作っていこうと思います。作り方としては細かくしっかり説明していくんですけど、全体的にエアタッチでグラデーションを作って、トップセクションがこう筋感になってくるっていうホイールワークをして、ブリーチワークして、その後オンカラーをしていきます。でオンカラーに関しては、このシュワルツコフさんのチャンネルじゃなくて資生堂プロフェッショナルさんのチャンネルの方でまたしっかり説明するんで、そちらもぜひ見てください。まずちょっと前処理からしていきますね。今日前処理は、このデトックスケアブリーチ、今期シュワルツコフさん、資生堂さんが推してる今までのケアブリーチを超えてくるようなデトックスケアブリーチ、僕もちょっと試したら結構良かったんで、これ使っていきます。この髪の中に入っているカルシウムを除去していきます。で、トリートメントだったりとかブリーチの浸透を邪魔するカルシウムをしっかり取って、その後この CMC、で水分や栄養分入れてブリーチから髪を守っていきます。そんなにこれキチキチしなくていいんですけど、4ブロックで3パネルぐらいに割って、中間毛先に3プッシュぐらいつけてこうなじましていきます。ちょっとこう滴るまでいかなくていいですけど、しっかりウェット感出るぐらいまではつけていきます。これで全体にしっかり行き渡りましたので、このままブリッジ塗布していけばいいんですけど、今日はちょっとエアタッチっていう技法を使いたいので、このまま一回ドライします。では今からブリーチを作っていきます。今回は塗り分けていきますので、強いブリーチでしっかり抜くところで、残留だけ取って弱いブリーチで抜いていくところ、その2つを紹介していきます。強いブリーチはファイバーブレックスのパウダーブリーチ、これをもう単品 6%2 倍で使っていきます。すでにブリーチされてるところ、やっぱ2回ブリーチいってるんで結構怖いので、バシッと一発で抜ければいいんですけど、過度にダメージさせちゃってボロボロにしちゃうのは怖いので、最初一発目のブリーチっていうのは気持ちちょっと弱めぐらいを想定して僕は作っていきます。でもダメならその上から塗り足せばいいので、1回でそのまま綺麗に抜ければ抜けたでそれでいいしという考えのもと作っていきます。弱い方のブリーチとしましては、プリミエンスのこのクリアのゼロにこのクレイブリーチを 10% 入れて、3% のジェルオキシダメージを抑えれるんで、これを使ってやっていきます。では早速やっていきましょう。トップセクションのところがこう落ちてきて筋になってバレエヤージュになるっていう構成でやっていきますので、この下にグラデーションを作って、そこにこの筋が乗っかってくる、これですね。ここの部分がこれですね。でこの下の影の部分ね、ここに作っていくっていう感じで作っていきます。まずじゃあブロッキングしていきます。しっかりバレエヤージュやるときはこのナチュラルパートにモデルさんの髪をちゃんとコーミングしてあげてください。自然に落ちる位置、これがちょっとでも無理するとやっぱり筋感が綺麗に均等に出なかったり、ここだけ割れたりとかいろいろ出てくるので、
ちゃんとナチュラルパートに落としてあげる。でここですね、この割れてくる起点、ここからだいたい1センチ1センチの深さで三日月状でバックセクションが取ります。ここが後ろのデザインになります。でパート線またいで1センチずつ、こっちも1センチ、これがめちゃめちゃ大事です。バレエヤージュのデザインはもうここだけで決まります。これ1センチが王道、1センチで1センチ1センチ1センチで取ればこういうデザインができます。でこれをもっと5ミリとかにすればこういう細い繊細なデザインができるし、ここ2センチとかにすればこういう大胆なバレエヤージュっていう、ここだけで本当にコントロールします、デザインは。なのでここにもう全集中してください。今から下エアタッチしていくんで、あんま邪魔にならないようになるべくコンパクトに留めて、ここからエアタッチでグラデーションを作っていきます。で軽くエアタッチは説明していきます。3センチぐらいで取ります。でドライヤーで上から風を当てていきます。そうすると、短い毛、すいてある毛だったり切れ毛、これから伸びてくる毛たちっていうのがこうやって落ちます。でこの部分がここの影のデザインになります。でそこ以外をブリーチしていく。なのでこれが乗ってきてバレエヤージュのこうハイライトっぽいデザインになるっていうあれでやっていきます。こうスカスと分かると思うんですけど、ここまでがブリーチしてない髪ですね、このモデルさんの。でここから先がブリーチ毛なので、ここで塗り分けていきます。まずファイバープレックス 6% 全開の薬をここにアタックしていきます。で作っていくデザインに合わせてもっと派手にしたいとか、もっとちょっとナチュラルめなデザインにしたいってなれば、ここの残す黒の幅で調整してください。強いブリーチが毛先についたりっていう可能性があるんで、絶対アルミをペコッと折って、この傷ませたくない部分ちゃんとガードしてからこういうふうに折ってください。でエアタッチする時大体この持つ位置は7対3ぐらいの感覚で持って、7ぐらいこのデザインが落ちてくるとちょうどいいバレエヤージュになるかなと思うんで、全体の73ぐらい、これもそのデザインに合わせてなんですけど、王道を作る場合だったら73ぐらいで持ってください。で落ちる毛が 40% ぐらいが一番綺麗かなと思います。強いブリーチでもう1回でなるべく毛先のね2回ブリーチに合わせていきたいんで、しっかりと塗料をためて塗ります。でここの入り口も多少ぼかしてください。バツッと塗っちゃってもエアタッチしてあるし結構ぼけるんですけど、退色した際に少しでもナチュラルな感じにしたいんで、ちょっとぼかすようなイメージで塗ってください。で毛先は弱い薬で塗っていきます。アンダーがブリーチ毛なので、本当にクリア剤にブリーチ、クレイブリーチなので、優しいブリーチ 10% でも、抜けるかなと思います。ただご新規様とかその髪の状態どんなカラーしてるかわからないっていう時は弱めのブリーチでいった方が無難です。2人でサイドとバックに分かれてやっていきます。うちのバレエヤージュはどこよりも簡単で、早くできます。てか僕の説明は多分どこよりも分かりやすいと思います。もう最初は僕も僕にしかできないバレエヤージュみたいな風にやってたんですけど、約5年ぐらい前、5、6年前かな、ちょっとバレエヤージュがバズりまして、月新規指名200人とかこう来てくれるようになって、僕にしかできないでは
お客さん回せないんですよね。やってほしいっていう方がいる限り一人でも多くやりたかったんで、これはどうしようと。でいろいろ試行錯誤した結果このやり方にたどり着いたんですけど、このやり方だったら本当にアシスタントの子がやっても僕がやっても全く同じバレエアージュが出来上がるんで、そっくりそのまま真似してもらえれば素敵なバレエアージュができるんで、ぜひ見てやってください。ここトップのデザインの下はちょっと詰めすぎない方がいいです。なるべくここが黒い方が上から筋が来た時グッと目立つんで、ちょっと他のところに比べて気持ち黒を多めに残した方がいいかもしれない。トップ下はこれはこれももう毎回言ってますけど、その作るデザインに合わせてなんですけど、王道のバレエアージュ作るならそれがいいと思います。だいたいそう均等な分ぐらい黒を残せていけてるといいかなと。3、4センチぐらいが一番いい黄金比でございますね。で今からトップデザインいきます。トップは横で取っていきます、スライスは。でここは根元ギリギリまで明るくして、その明るい毛がここに乗ってくるでデザインになるんで、本当なるべくカツカツまでブリーチしてあげたいので、スライスは薄く1センチぐらいで取っていくといいかなと。この時エアタッチしてもしなくてもいいです。しなければしないほどバキバキの筋が出ます。ちょっとお上品な感じでぼかしたいので僕はエアタッチをしますけど、アンダーほどエアタッチこれ落とさなくていいです。ここに影が出ちゃえば出ちゃうほど本当筋がボケちゃうので、だいたいどうだろうな、真ん中辺持つかな、真ん中ら辺持って映りますかね。このぐらい落ちてればこのハイライトっていうか筋のデザインの入り口がボケるんで、このぐらい落ちてれば十分です。でピッと根元までブリーチしたいので、ここはちょっとテンションかけてピッとしてタッカールをお客様の頭皮に沿うようにピッと取ります。この時頭皮突き刺さないように気をつけてくださいね。スーッと沿うように。頭皮カツカツとは言いましたけど、まあ1センチぐらいはどうしても空いちゃうと思うんで、そこまでいけてれば十分です。でどうしてもブリーチの特性上膨張したりとかしてはみ出ることがあるんで、ギリギリまで攻めた時はコットンを置いといてあげます。あとコットンを置くことにより保湿されたりいろいろブリーチのリフト力も上がるので、ここからはみ出ないように止める役割とコットンブリーチとしての役割を果たしてもらいます。これで一通りブリーチは塗り終えました。で絶対顔周りこういうとこに短い毛とか拾いきれない毛たちがいると思うんで、このままにしちゃうとデザイン的に顔周り暗くなっちゃうんで、これ拾えなかった部分だけ前に回って持ってきます。でここに極細のハイライト、エアタッチ風ハイライトをちゃんと拾ってあげて入れてあげます。でちゃんと「前すいません」って言って「おでこお借りします」って言って塗ります。多分冷たいですって。でブリーチワーク終わりましたので、このままの流れでこの落とした部分、影になる部分、ブラウン味のある、退色してる色なんで、ここを暗めのグレージュで染めていきます。でここはもうブリーチ終わって放置なしで先にここを塗っていきます。薬はこちらで作っていきます。グレイの5をメインにナチュラルの7、30%、ラベンダーアッシュ 10% で、こちら 3% で作っていきます。これでイメージとしては約6トーンぐらいのグレージュを作ったイメージですね。トップから塗っていくのが一番やりやすいと思うんで、お客様に「すいません」って言ってちょっとおでこのとこにコットンを引っ
引かせてもらってちょっと前に下ろさせてもらいます。でこの落ちた部分でバージン毛はもう塗らなくていいのでこっちの基線部だけ塗っていきます。根元が伸びても気にならないっていうのがバレエ味のいいとこでもあるんで、ここでバージン毛塗っちゃったら意味ないので、バージンからちゃんとこうつながっていくようにバージンは残してやっていきます。ここは別になんかそんなポイントもないですね。めちゃめちゃ簡単ですね。ただピャーっとピャピャパーっと塗っていくだけですね。トップ塗ったらその流れでバックを塗っていきます。さっきはクロスで塗ったんですけど、この時はどんどんホイールをどんどん上に上げていくんで、クロスじゃなくてこうバックから一緒に塗ってた方が喧嘩せず塗れるかなと思います。ここはもうほんと10分かけないぐらいでパッと塗っちゃってください。今日ね最初の自己紹介から「どうもスタイリストのナナです」って言ってましたけど、実は今の段階でまだアシスタントなんですよ。でもこれからデビューチェックするんで、もう多分この動画が公開される頃にはスタイリストになっているであろう。なので動画見た人はちゃんとこの人がスタイリストに慣れてるかどうかホットペッパーとかで見てください。アシスタントってなってたらダメだったんだなってブリーチ結構履歴もある方なんで、そんなにじゃあここから30分置きますとか1時間置きますってドンって置くよりかは10分刻みぐらいで僕はちょこちょこチェックしていきます。ブリーチがどんな感じか見ていきましょう。一番最初に入れたところですね。はい、このファイバープレックス 6% でいったところはもう目的のトーンまで上がってます。で問題はこの残留の方ですね。はい、僕やりましたね。これ完全に外しました。クリアにクレイブリッジ 10% で抜けるかなと思ったんですけど、ちょっと弱すぎました。でもこれでいいです。強いのでいってここをボロボロにしちゃうよりかは全然元気なんで、それでこんぐらい剥がれたのって分かれば、幸いにも絶対良くないんですけど、これちょうどファイバープレックスのやつがこんだけちょっと余っちゃったんで、これをそのまま使っていきます。もう作り出してから多分1時間近く経ってるブリーチなんで、だいぶ弱まってもいるし、ここ塗ってもうほんと5分で多分剥がれると思うんで、こっち上がってます、急いで追いかけようってなったら、もうこの残ってるやつでこのまま足しちゃいます。あんだけダメージさせないから弱いのでいくって言ってたのに、お前強いのでいくのかよって思うかもしれないですけど、もうほんと力も弱くなってるし、ここがどんどん上がっていく方が困るので、今からこれでさっと追いかけていきます。おっと、塗った瞬間ほらもうこれ明るくなってきてるんで、これでもうバーッと全体塗って流せばそんなダメージなく終われます。どうしてもホイールワークに長時間かかっちゃうんで、必要のない力かけちゃうと、ブリーチワークに40分、間塗り10分放置入れて、だから1時間以上置く場所を置いちゃうんで、そこのブリーチがやっぱずれてるとすごいダメージになっちゃうんで、まだこうやって後から足していく方が安全だと思います。今とりあえず塗り終わってすぐなんですけど、まだ完全に抜けきってないですけど、これはもうあとほんと数分で抜けるので、10置いてもいいかなと思うので10分置きます。少し残留残りながらですけど、綺麗に抜けたかなと思うんで、これで流します。デザインの部分と土台になってくる部分を分けたいので、ここが混ざらないようにではトップとアンダーが混ざらないようにちゃんと手で持ってこう流していきます。ちょっと面倒くさいなって思うかもしれないですけど、そんな別にすごい手間な作業ではないので、これしないと混ざっちゃって後から取り直すとかって大変なので、こうやってもらえるといいかなと思います。これでしっかりくるんでいきます。クリクリクリっとして縦折り1回しとけばもうマジ外れないんで、
でこれでこのままシャンプーしていきます。これで止めてるんであんま根元付近ゴシゴシいけないんですけど、根元付近は今回カラー塗ってないんで、この毛先をしっかりシャンプーできればいいかなっていう考えでございます。お客さんにはカラーが全部終わったらしっかりシャンプーしますからねって言って、シャンプー終わりましたらまたちょっとアウト CA で内側に残ってるカルシウムもしっかり除去していきます。これでしっかり取ってあげることでオンカラーのカラー剤の振動が良くなったりするんで、しっかりつけていきます。でこの後、アップテックスを重ね付けでつけていきます。これは髪の柔軟剤でございますね。じゃあタオルドライして上げていきます。これがバレエヤージュの、ベースになりますね。まだ色が入ってない状態なんですけど、繊細なハイライトっぽいデザインのグラデーションの上にこのデザインが乗ってくるっていう感じなんで、本来ですとこのまま分け取ったままオンカラーしていくんですけど、今日はブリーチのデザインを一回見てもらいたいので、これ外してドライしちゃいます。トップを外すとそのトップの部分がねこう筋感として出てくるんで、こういうことです。これで今からドライしていくので見てもらいましょう。ドライした状態がこの状態ですね。見てもらったら分かると思うんですけど、色味はまだオンカラー前なんでキンキンですけど、デザインはめちゃめちゃいい感じかなと思います。なんか特別こう難しい工程を踏んだわけじゃなくて、ブロッキング取ってエアタッチを一個一個やっていけばこれができます。で、慣れるまでは難しいかもしれないですけど、工程めちゃめちゃ簡単なんで、またしっかり見直してもらって同じようにやればこれが簡単にできますので、やってみてください。ね、影の部分は 5.5 トーンぐらいの感覚でちゃんと落としてるんです。コントラストもついて、どこでこうね動かしても筋感がちゃんと出るっていう風に作ってありますので、いい感じですね。あとなんつうの、やっぱデトックスケアブリーチなのかな、全然傷んでないし、オンカラーもしてないし、トリートメントもつけてないのにこのツヤ感すごいですね。オンカラーは資生堂プロフェッショナルのチャンネルでやりますので、ぜひ皆さんそっち行ってみてください。では皆様、資生堂プロフェッショナルのチャンネルでまたお会いしましょう。